こんにちは、ノアです。今日は僕が12歳から18歳まで過ごした第二の故郷、韓国を皆さんにご紹介しようと思います。僕がよく行っていたカフェだったりとか、週末よく友達と遊んでいた場所もいろんなとこ含めて皆さんにご紹介できればなと思います。では、バーチャルツアーしていきましょう。Let's go! はい、では最初は僕が住んでいたお家からご紹介できればなと思います。はい、目の前にこの真ん中の大きいお家なんですけど、ここは、僕が当時住んでいたお家です。このエリア自体がまずチョンダムドンというエリアなんですけど、ここを下れば、ここですね。ここを下ったらこうやって大きい交差点があって、韓国語でサゴリっていうのが交差点っていう意味で、ここはチョンダムドンサゴリで、チョンダムドン、交差点なんですけど、韓国ってやっぱこの道の幅もすごい広いですし、この交差点の大きさにもびっくりして、今見えてるところまっすぐ行くと有名芸能事務所もたくさん並んでて、観光客の方も結構たくさんいましたね。はい、ここですね。ここに行くと僕が常によく行っていたカフェベーネという韓国のカフェがありまして、今残念ながらちょっと違うお店になっちゃったんですけど、ここのキャラメルシナモンブレッドっていうデザートがあります。このデザートがもう本当に当時大好きで、トーストの上にホイップクリームたっぷりかかってて、キャラメルソースがかかってて、本当にもう甘いって感じなんですけど、でも学校終わり疲れた後にはもう最高でよく食べてました。で、あとピンスで、日本でも最近じゃ結構あるんですけど、ほんとかき氷、韓国のかき氷みたいな感じで、大きさもこのぐらいあって、結構一人で全部食べれてましたね。ピンスは日本にあるんですけど、でもこのシナモンブレッドはまだちょっと見たことないので、ぜひ日本にもできてほしいですし、またね、皆さんもし韓国に行く機会があったらカフェによって食べてほしいデザートの一品ですね。めちゃくちゃおすすめです。次は僕が当時通っていたインターナショナルスクールに皆さんをご紹介しようと思います。ここです。この辺、ここですね。ここが僕が通っていた学校です。結構ちょっとこじんまりとした学校なんですけど、でもすごく学校内は綺麗でしたし、あとはそのスクールバスで僕は通ってたので、帰り道一緒の友達がいて、その子が学校帰りにちょっと家で遊んできなよみたいな誘ってくれて、でその友達のうちによく行ってたんですけど、その友達のおばあちゃんがいらっしゃって、おばあちゃんが僕にちょっとね、特別にというか、その韓国の伝統の遊びでコンギっていうものがあるんですけど、それをちょっとね今日は持ってきたのでこれなんですが、こんな感じです。本当にね、カラフルでこうやってコロコロするものなんですけど、結構ルールは単純で、まずこうポロって投げて、まず一つ選びます。こう、一つピックアップしたら、これを投げて次のまた1個取るんですけど、これをこう投げてこう1個ずつ取っていくわけなんですけど、これをまず全部5個4つですね、4つこう取ったとして、また次はもう1回投げて、そしたら次はまた1個ピックアップしたら、さっき1個だったら次は2個ずつ取ります。って感じです。で、またおーって取る感じなんです。で、次は1個投げたら4つ取ります。はい。って感じです。で、最後ですね。最後ここがポイントです。これを最後で、今手の上に乗ったのがこの3つなんですけど、この3つを取れれば3ポイント得られます。手が振れますね。2ポイントですね。はい、一応こんな感じで僕は2ポイントゲットできましたって感じでね、お互いこう競い合うって感じで進めていくゲームです。はい、結構シンプルなんですけど、意外と難しいです、見た目より。なので機会が皆さんぜひあったら一緒にやりましょう。はい、次ちょっと行く前にですね、その当時僕が先ほどもお伝えしたそのスクールバスに乗っていく後ろ姿なんですけど、
これが僕ですね。これ多分行く時ですかね。結構朝早くて、なかなか当時多分マイナス17度とかだったのかな。寒い中結構嫌がってました。こういうスクールバスに乗って僕は通ってました。次はいろんなところでお話しさせていただいている、僕がそのきっかけともなった、スカウトしていただいたその美容院に皆さんをご紹介しようと思います。当時最初僕が住んでいたそのチョンダムドンというエリアから近いというか、多分チョンダムドンですね。先ほどお伝えした大きいこのサゴリ交差点をこっちですね、この右の方に行くと、ここです。ここが、僕のそのきっかけともなった、スカウトしていただいた美容院です。これ今残念ながらね、ちょっと MH と違った皮膚科になっちゃったんですけど、この、ここにあった美容院にですね、僕の大好きなビッグバンさんを担当しているヘアメイクさんがいらっしゃって、でも本当にそれを一人の、ファンとしてそんな方に切っていただけるならみたいな感じで言ったんですけど、当時そのビッグバン TV っていうドキュメンタリーみたいなのもあったんですけど、そこの、番組内でもその美容院が出てたりもしてて、そしたらその先生がね、その先生のお顔も僕も TV の中で拝見してたので、あの方だみたいな、もちろん韓国語で話してくださるので、もうね、多分変な冷や汗みたいな多分書いてたのを覚えてます。でそこから髪切っていただいて、でそういう芸能関係みたいなの興味ないのってその先生がおっしゃってくださって、実はビッグバンさんが大好きで今日ここに来てみたいな、実は事務所に入りたいんですよ、そういう芸能にすごく興味があるんですよみたいなお話をしたら、すぐその場で携帯を形に電話されてて、誰なんだろうと思って、本当に急に電話されたのであれと思ったら、多分その当時の事務所の上の方にご連絡をしていただいて、その場でなので、オーディションというかお話が決まって、帰り際にはもうオーディションの準備っていうのが頭にあって、どうすればいいんだろうみたいな、もう本当にその当時はもう本当に歌とダンスが大好きな少年だったので、こんなでもビッグチャンス逃したくないから、まず何をすればいいんだってところから焦りつつもドキドキ、いい意味でもドキドキしたのを覚えてます。で、次は僕がよく遊んでいた場所、よく行っていたカフェ、レストラン含めてちょっといろんな場所皆さんにご紹介できたらなと思います。最初僕がご紹介したいのはソウルランドという遊園地です。これが、ソウルランドです。結構いろんなアトラクションがあってよく遊んでましたね。本当にここ行ってはこんな感じで、本当に結構山の中にあるって感じなんですよ。なので駅からはトロッコみたいなのに乗って行く感じです。でこれはその当時僕が友達と行った時の写真ですね。よくこうやってね、みんなでこんなようなパンツを履いてよくソウルランドに遊びに行ってました。いい思い出ですね、本当に。次はヨイナル、ハンガンといえばこんな感じで、こうやって大きい川が真ん中に流れてて、川沿いに必ず大きな公園があるんですけど、でも僕たちがよく行っていたのがこのヨイナルハンガンという場所です。週末になるとこうやって屋台みたいな、出店もたくさん出てて、なのでここでチキンだったりとか何かしら買って、それを持ってこの遠くに見えるこの公園の方に行ってですね、ピクニックをしたりとかっていうのが、本当によく韓国の週末外国も含めみんながやる過ごし方という、この奥に行くとしたオブジェもあったりとか、そうです、こんな感じでね、ここのお二方ピクニックされてますが、こんな感じでもう雰囲気もすごいんですよ。本当に週末になると、特に春とか秋とかやっぱ過ごしやすいので、こうやってね、カップルの方も多かったですよ。なので僕たちはここをさ通りすがりながらいいなと思ってましたね。次僕がご紹介したのは焼肉屋さんです。僕が大好きな焼肉屋さんをご紹介しようと思います。で、ここが僕がご紹介したい焼きチブという焼肉屋さんです。家がすごく近かったので、ランチに僕が大好きなキムチチゲを食べに行ったりとか、ランチに出るそのキムチチゲが僕は大好物で、辛いのは苦手なんですけど、汗をどっぷり流しながらでも食べたいぐらい大好きなキムチチゲです。もう最高です。ぜひ皆さんも
ハンナムド、イテウォンに行く機会あったらちょっとここのね、今この遠くに見える坂、上がっていく坂を逆にこう下っていくとある場所イテウォンから下っていくとある場所なので、ぜひ寄る機会ありましたら行ってみてください。はい。でここが、僕がよく勉強しに行ったりとか、ちょっとした息抜きによく行っていたカフェです。なのでこのカフェでね勉強した後はこの下の KFC でちょっとご飯食べたりとかよくしてました。次は先ほどはねこう僕がよく行っていたカフェなんですけど、ちょっと皆さんにぜひ行っていただきたいカフェをご紹介しようと思います。結構高台にあるんですよ。本当にこうやって大きな坂をこう登ってきて、多分韓国ドラマとかでよくこうね後ろの背景とかでこう家がこうトドドドドンってこう並んでるちっちゃい家が、そこをこう上がっていく感じです。で上がっていったら、僕も散歩がてらに寄っただけなんですけど、ここです。ここにこれ韓国語でって読むんですけど、これレコーズっていうカフェでもありつつ、本当に実際にレコードも売ってたりとか、ちょっと修復もあるお店で、ここは本当に穴場ですね。中入ったらこんな感じでおしゃれですし、屋上もあったりして、多分屋上にはこう本当に買ったコーヒーだったりを持ってってね、ちょっと飲んだりとかもできますし、こうやってちょっとした洋服も置いてたりして、いろんなことでき、いろんなものも置いてあるので、ぜひ行ってみてほしいですね。で、次ご紹介したいのがこのダウンタウナーっていうハンバーガー屋さんです。ハンバーガーこれです。僕自身結構アボカドバーガーが大好きで、最高にフレッシュだし、店内も結構アメリカンダイニングというか、結構さっきお見せしたこの外観の感じというか、これ結構こういう雰囲気なのでおしゃれですし、味もすごく美味しいのでぜひ行ってみてください。このお店もハンナムドンにあります。次は僕がよく行っていた洋服屋さんに皆さんご紹介しようと思います。今はね、渋谷にもあるんですけど、Aランドというセレクトショップですね。僕がよく行っていたのはこの本殿、日本でいう原宿ですねにあったお店に行ってました。ここですね。Aランド自体本当にいろんな場所にあるんですけど、僕がよく行っていたのはこの本殿にあった Aランドです。渋谷の Aランドにも行ったんですけど、結構置いている品も含めて雰囲気とかもすごく似てたので、懐かしかったし、すごく置いているアイテムだったりも可愛かったので、皆さんぜひ行ってみてください。はい、皆さんどうでしたでしょうか。僕との、ソウルバーチャルツアーは本当にいろんな場所をご紹介できたかなっていうのと、僕もこう話しながらこう思い出だったりもこう思い出せてすごく楽しかったですし、また皆さんもねこう行く機会があったら本当に行ってほしい場所ばっかなので、ぜひメモだったりもしてね、行けるようになったら行ってみてください。僕も、この状況がちょっと落ち着いたら実際にソウルに行って、実際に僕はカメラを持っていろんな場所を紹介したいなと思っているので、またそんな日が来たらなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。はい、ではバイバイ。